皆さんこんにちは。10月28日に次回のマージが予定されております。最近のマージの対象ワールドはとても多く感じている人もいると思います。実際の統合数の増え方であったり、今ワールドはいくつあるのか、また統合が大量に実施されるということは過疎化が始まっているのかといった疑問を持つ人がいましたので過去データも1年程度ではありますが、そういった視点で集計してみました。統合情報としてはディスコアドより引っ張ってきてます。こちらが各月ごとの統合ワールド数となります。分母も増えているためか、やはり対象ワールド数は増えてます。延べ558ワールドがマージ対象となっております。推移はこちらのグラフで確認します。2020年は定期的なイベントというよりは年末に向けて一斉にマージを行ったような傾向となっています。2021年は定期的なイベントとして扱われ、たまに回数が多い月があるように見えますが、2ヶ月分だったりしますので平均して月に12ワールドといった状態でした。2022年の後半としては、さらに増加傾向にあります。特に7月以降については一度の統合の数がかなり増えてきています。惑星単位に見ていきます。序盤は惑星ごとにワールド統合が実施されている形です。第1惑星と第2惑星で重複している月もありますが、2ヶ月間程度といった様子です。第3惑星は2021年の6月から開始されていますが、こちらは第4惑星と並行して実施されているような状態です。さらに第3惑星の初回が終わらない状態で第5惑星についても、一部に実施が進められています。グラフによる確認では、最初は対象惑星がはっきりしていました。そして第3、第4入り乱れ始め、直近では複数ワールドが並行状態といった具合になっています。10月28日で統合惑星数最大の51ワールドとなりますが、年末に向けてさらに増加していくかは注目されると思います。一つの惑星は87個のワールドで生成されます。統合に徐々にワールド数が減少しますが6つの惑星のワールド数の推移がこちらです。データ収集時点のワールド数としてカウントしており、実際の統合時の日付とは異なる場合がございます。また、初回の第4惑星は一部しかカウントできていませんでした。個数をグラフで確認してみます。集計は1年前からですので、いくつかのワールドはすでに統合が実施された状態からのスタートとなります。第2惑星はしばらく統合はありませんでしたが、夏以降統合が発生しており今後第1惑星のトップクラスと同等のワールドが生成されるように思います。また、第3惑星と第4惑星はちょうど初回の統合が終わった状態となっており10月28日に第3惑星が2回目統合といった状態に突入します。第6惑星については初回状態から配置できないワールドがいるため開始時点で少なめとなっております。ですが、第3、第4惑星同様、第5、第6惑星は同じように統合が進んでいるように思えます。また、現在ワールド番号は第9惑星の767までが生成されており統合後の活動状態にあるワールドは約390ワールドとなります。いくつかのワールドについて、ワールド同盟戦力の合計値の推移を確認しておきます。各ワールドはトップ8までの同盟を合計しています。増加する理由としては、個々の都市が成長することがほとんどであり、減少する理由としては、戦争による損失や引退時に破棄した場合などです。各ワールド様々ではありますが、徐々に増加傾向となってます。急に跳ね上がるのは統合によるものですが、各ワールドともに統合前の推移と、統合後の推移では統合後の成長度合いがより大きく見えます。これが、運営側として統合するメリットの一つなのかもしれません。ワールドとしては一大イベントとなりますので、刺激となりその結果成長となるのかもしれません。人数は3、4倍となりますので相対的な割合としては成長度合いは変わりませんが、この表示上は実数値ですのでグラフの傾きが大きくなるのも原因かもしれません。では、同盟戦力合計値を惑星平均として取った場合こちらのようになります。上位8同盟の合計値の平均値ですが、どの惑星も統合の割合影響で数値は伸びているように思えます。計測時の開始と終了時点の惑星個数の倍率はこちらです。第1惑星はもともと少なかったですが、現在6ワールドとなっており 3.17 倍に圧縮されたという見方となります。3惑星の統合ですと、24同盟が対象だったものに対し統合後は8同盟となりますので農場などの戦力が加味されないことも単純計算とならない部分です。特に、第1惑星ともなると上位8以外にもそこそこ戦力のある都市が存在することも原因となります。第2惑星はこれからの統合により、20ギガ程度のワールド戦力になっていくのではないかと思われます。また、第3、第4惑星に比較し、第5、第6惑星が統合途中とはいえ若干少なめです。ペースが早まってきているのも原因かもしれませんが、第6惑星は特に戦力が低めといった印象です。ちなみに、一番の損失はボイドだと思いますが、10月9日のブオイディではそれぞれの惑星ではこちらのようになっています。上位96都市の合計値です。10ギガ程度の戦力ダウンとなっており、第4惑星の平均ワールド1つが消滅したといった減り具合です。それでは、惑星の合計値としてはどうでしょう。時間経過と統合による推移を確認したいと思います。ただ、統合が惑星間で発生した場合、ワールドが惑星を移動することになりますので正確には判断できません。第1惑星はさすがに一番低い数値となります。しかし45ワールドある第6惑星と6ワールドしかない第1惑星ですがその合計値はほぼ変わりません。
第1、第6の次に低い値となっているのは、第2惑星です。第1惑星の 1.65 倍となっており、ワールド数は3倍です。最近の現象は統合によるものだとした場合、すべての統合を終えると第1より下回るかもしれません。第5惑星は第6惑星と同じくらいの統合後ワールド数ですが、惑星合計の同盟戦力はかなり差があります。現時点では第3惑星と第4惑星の中間に位置します。第4惑星は第5惑星の3分の2程度のワールド数ですので惑星合計の同盟戦力は高いと言えるでしょう。優秀なのは、第3惑星ですが途中に第4惑星との統合でいくつかのワールドが第4惑星に転移したにもかかわらず一番高い数値となっております。第4惑星の数値が高いのは第3惑星からの移動があったことも原因かもしれません。ベースの差はありますが、どのワールドも統合以外では減少傾向とはなっておらず、戦力を維持できております。ユーザー数と直結はしないかもしれませんが、いわゆる過疎化的な事象は今のところ心配する必要がなさそうです。また、高い戦力を持つ都市の場合、比較的引き継ぎが行われることも原因なのかもしれません。最後に、指揮官の平均数値を確認しておきます。こちらは、ワールド上位8人の惑星平均となりますので統合が進んでいる惑星が有利となります。現時点では第1惑星が圧倒的となっています。他は綺麗に惑星順となりましたが、第2惑星については直近の統合が発生しなければ第3惑星と近しい値でした。第5と第6はワールド数が同じ程度ですので、純粋に誕生時期が影響しているのだと思います。とはいえ、第3と第4の幅以上に差はあります。これと同じ計算を副艦戦力でも実施しています。こちらも第1惑星が飛び抜けており、第2惑星は直近の統合により第3惑星を抜いたばかりという状態となりました。実際には、新副艦の実装なども影響を与えているでしょう。また、戦力としても島やタイタンの新しい実装もあります。とはいえ、一度やり始めたら継続的にプレイする仕組みであり受け継がれるなどもあると思いますがどの惑星も成長傾向にある様子です。各ワールドの成長グラフは概要欄のランキングサイトより確認できます。また、10月9日のボイド結果の更新も完了していますのでご確認ください。それでは、今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。